コンビスケット元片書店員のデュエリスト系 VTuber、ゆうきびすけです。本日は新レギュ対応デモンスミス環境に適応した安定感抜群の残機デッキを紹介していきます。今回のレシピはこちらです。サイバネットマイニングが制限解除されたんで、サーキュラーにアクセスしやすいように3枚採用しています。今回は安定性を重視しているため、コンフリクトは採用していません。もちろん構えられれば強力なんで、ここはお好みで調整してください。それから手札誘発は多めに採用してます。特にドローバは3枚。残機は展開型のデッキなんで、増字がすっごい苦手なのと、デモンスミス環境は妨害受けがいいんで、ドロバのフル投入を優先して、相手の動きをしっかり制限していくためです。次に、スモールワールドの対応表です。残機はサーキュラ1枚から展開していくデッキになるんで、とにかくサーキュラをサーチするのが要になりますし、その分手札に余裕ができやすくて、スモアを活用して手札誘発を準備できます。今回の構築では、増人以外すべてサーチできるドコランを採用してます。増人を優先した人は、サンダーザキングもおすすめです。ではまず、基本の先行展開から解説していきます。サーキュラ1枚からの展開例です。サーキュラーの効果でデッキからシグマを落として特殊召喚。この時、シグマが手札にいる場合は、アリオンとかサブトラとかのダイヤ以外の他の残機モンスターでも大丈夫です。無知のシグマの効果でシグマを特殊召喚。この効果で特殊召喚されたシグマは場を離れると除外されちゃうんで注意してください。ここでサーキュラーの効果。残機モンスターが特殊召喚されたんで、残機のマホトラをサーチします。今回は超解除をサーチ。サーキュラーとシグマでダランベルシア。特殊召喚時の効果でダイヤをサーチ。ダイヤが手札にいる場合は、特殊召喚効果がある残機モンスターで大丈夫です。ダイヤを通常召喚。召喚時効果で墓地から残機モンスターを特殊召喚。ダイヤとサーキュラーでスプラッシュメイジ。メイジの効果でサイバス族を蘇生できるんで、この時、レベル4以下のサイバス族を選んで蘇生してください。で、蘇生したサーキュラーでリンクデコーダー。リンクデコーダーと明治でトランスコードトーカー。リンクデコーダーの効果で自分を蘇生。トランスコードのリンク先はこの後使うから、ここ以外で特殊召喚してください。トランスコードの効果。墓地の明治をリンク先に蘇生。トランスコードとリンクデコーダーとダランベルシアでネオテンペスト。ネオテンの効果でドットスケーパーを落とします。で、ドットスケーパーの効果で墓地から特殊召喚。ドットスケーパーと明治でヒートソウル。効果でライフを払ってワンドロー。相手ターンでも打てるんで、手札2枚分のリソースを確保できます。超解除を伏せてターンエンド。ちょっとチェーン組んじゃったから分かりづらいと思うんですけど、順を追って解説していきます。はい、超解除でラプラシアンを紹介します。この超解除打つタイミングはね、プレイスキルとか相手のデッキによると思うんで、ちょっと試行錯誤してみてください。で、ここから相手に合わせてネオテンで落とすカードを選んでいきます。魔法罠を無効にするディセーブルム、表側のカードを無効にするアグリゲーター、モンスターを永続罠扱いにできるパックピット。カードが破壊されたら1枚デッキバウンスができるウィンドペガサス。今回の相手のデッキは召喚獣なんで、魔法カードを使わせないようにディセーブルムを落とします。あと、ついでに打点が2500上がります。ラプラシアンの効果で相手フィールドのモンスター、魔法罠、手札1枚を選んで墓地に送れます。相手が魔法カードを使ってきたので、さっき落としたディセーブルムの効果、除外してその発動を無効にします。ダイヤを使ってエクシーズ召喚したラプラシアンは、ダイヤの効果で特殊召喚したターンに一度、相手が発動した魔法罠モンスターの効果を無効にできるんで、これで1妨害構えられるし、ラプラシアンの効果を確実に通せるようになります。
次に高校の時の動きになります。残機は短期決戦型のデッキなんで、高校でしっかり勝ち切るのが理想です。まず相手のカードが対象に取れる場合、最初の動きは変わらないんだけど、サーキュラーでサーチするのが方程式になります。ここから動きが大きく分岐して、方程式で残機モンスターを蘇生、ダイヤとサーキュラーでアップデートジャマー、ダランベルシアで自身をリリースして、墓地の残機モンスターを蘇生、蘇生したサーキュラーでリンクデコーダー、リンクデコーダーとメイジでトランスコード、リンクデコーダーを蘇生。この時さっきと一緒でトランスコードのリンク先を避ける。トランスコードの効果でメイジを蘇生。アップデートジャマーとトランスコードでアクセスコード。アップデートジャマーの効果で、リンク素材として墓地へ送られた場合、そのカードをリンク素材としたリンクモンスターは、そのターン、一度のバトルフェーズ中に2回攻撃が可能になります。効果で、リンク素材としたリンクモンスター1体のリンクマーカーの数 ×1000 攻撃力がアップします。トランスコードのリンクマーカーが3つなんで、攻撃力が3000アップして、合計5300になります。で、アクセスコードの効果で自分のフィールド、墓地からリンクモンスターを1体除外して、相手フィールドのカードを1枚破壊します。この効果が結構強くてね、単一制限がないの。で、今回は墓地にアップデートジャマー、トランスコードがいて、自身を含めて場にリンクモンスターが3体いるから、最大で5回効果が使用できます。ただ、一度除外した属性のリンクモンスターは除外できないんで、注意してください。これで盤面を焼け野原にして、2回ダイレクトアタックして勝利です。で、次に相手のカードが対象に取れない場合、もしくは盤面を破壊しきれない場合、こういう時は火力で押し切る方向に切り替えます。ここから動きが分岐します。ダランベルシアをリリースして残機モンスターを特殊召喚。特殊召喚したモンスターでリンクデコーダー。そのままメイジの効果は使わないでトランスコード。リンクデコーダーを蘇生。ここでもトランスコードの効果は使わないで、リンクデコーダーとリンク召喚でアクセスコード。方程式で残機モンスターを蘇生。蘇生したモンスターとアクセスコードでクリスタルハート。効果でトランスコードを蘇生。で、ここでトランスコードの効果を使ってメイジを蘇生。メイジの効果もここで使って、サイバース族を蘇生。トランス、メイジ、蘇生したサイバースモンスターでネオテン。効果で持続性であるドットスケーパーを落としてネオテンに持続性を付与させます。で、ネオテンとクリスタルハートがマジで相性良くて、ネオテンが墓地へ送ったモンスターと同じ属性としても扱えるようになるから、持続性モンスターを落とすと、クリスタルハートの効果で、相互リンクした持続性モンスターにバトルフェーズ中に2回攻撃できるようになる効果と、守備貫通ダメージを与えられる効果が付与できるの。で、もともとネオテンがさ、属性の数だけ相手モンスターに攻撃できる上、モンスターゾーンにいる限りバトルフェーズ中に相手が発動したモンスターの効果無効にできるっていうさ、強強モンスターなんだけど、
そこにクリスタルハートを立てることで、相手の場のモンスターが一旦以下だったり、守備表示だったりしても、効果と火力で押し切れるようになるんですよね。今回は3キラ1枚からの展開例なんだけど、こんな感じで手札に余裕ができるんで、ここからリンク値を伸ばしたりして、上振れ展開をできるようになります。いかがだったでしょうか？今回のデッキ解説が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつみさん。またねー。